こんにちは、山下夏実です。9月28日日曜日、遠征最終日です。大会デイ2の時の映像となります。大会の結果としてはね、僕はちょっと2回戦でインターフェアのペナルティーで負けてしまい、ちょっと2日目に残ることができなかったので、朝一練習をしていこうと思い、大会会場見た後にウェッジに行ってみました。ただウェッジはね、見ての通り多くのカメラマンとボディーボーダーとサーファーが集まるぐらいで、ね、サイズが上がってて、僕がウェッジ行った中でも屈指ででかかったんじゃないかな。さあこれはジョン・ウェバーかな、今思ったのは。でちょっとさすがにスキムとか無理だっていうことになって、バルボアの大会会場に戻って、これはピアの右側ですね。ピアの右側でライディングをしている感じです。基本アウトというかセット待ちが長かったっていうか、ちょうどいいサイズがないって感じで、セット待ちっていうよりかはちょうどいいサイズが来ないっていう感じで、セットの合間を縫っていくっていう風な練習をしてきました。でちょっとね、たまに沖出たりとかしてスカーフィン狙ってみたりして、ただダンパーきつすぎてほとんど乗れなかったかな、スカーフィンは。で流れもめちゃめちゃきつかったっていうのは覚えてますね。よし、沖への流れ、水量といいものすごかった感じです。なのでこんな感じで、僕にしては珍しく結構テイクオフ苦戦してる感じで、ちょっとさすがに難しいということで、ちょっとこれはピアノ左側なんですけど、先ほどのスカーフィングからスキムに切り替えていきます。バルボアでもね、見たことないぐらい波がアウトから入ってましたね。僕が遠征バルボアでやってきた中でもかなりでかい感じで、ちょっとね、こっからだと分かりづらいんですけど、実は砂もね、これ地形が段になっちゃってて、いわゆる崖みたいになっちゃってるっていう風に、僕らは言うんですけど、なのでテイクオフする直前の残り1歩2歩ぐらいのところかなで、これとか分かりやすいんだけど、ちょっとつまずくんですよね。そう、これがねすごい怖かったですね。やっててすごい気になった。なかなかね、そういうのもあって、積極的にこのアウトとかを狙いたいんだけど、加速を目いっぱい使えないっていうのがあって、そこをちょっとどうやって乗るかっていうのを考えさせられながらやってました。なのでこういう風にモンキークロールとかも狙ったりして、こういうアウトを取ろうとしてるんですけど、こういう風に間に合わなかったりとかっていうのもあってね、なかなか難しかったかな。あとはこのハリケーンの波サイズのアップの波がもう完全グーフィー側しか行けないというか、残ってないっていう感じで、レギュラーライダーにはもう完全不向きなちょっと状態ではありますね。この辺はちょっともうプロのヒートが始まるかなと思って、ライブの解説の準備をしてたら、スキムスティーズィっていうアカウントの人たちからね、インタビュー受けたっていうところですね。こんな感じで、これとかグーフィーライダー向きな波がそこに残ってるって感じで、今のは電キャメラかな。でこれも多分電なんだけど、失礼しましたね。これはブラジルのビッグなライダーダニエルで、今走ったブルーが1回戦で戦ったジョニー・サルタン、同じビッグなライダー、これもジョニーかな、180で残してる。これすごいね、かなりテールがハイになってるかっこいいエアです。さあこのホワイトはザップのメイソン・ブルーサードかな。で最後フロント180、これすごいね。これはレッドがジェラルド・バレンシア、メキシコのザップのライダー。ジェラルドですらこのスープにターンして狙うっていう感じになっちゃうぐらいの、そのレギュラー不向きな感じ。今のレッドと今走ってるこのライダーはブラジルのジョアオ・ルーカス。
基本このピア右であったりとかをどう狙うかっていう感じでしたね、レギュラーライダーは。もしくはフロントサイドを狙うかっていう感じしか残ってなかったと思います。このホワイトはティミー・ガンボかで、奥がこれはジェラルド、手前がティミー。ジェラルドがフロントラップして、ティミーも普通にターンで乗り切ってきましたね。さあジェラルドアウトサイドのフロントラップ側狙いで、これはちょっとターンをゆっくりしたからラップ狙いっていうよりかはハーフスピンでコンプリートしましたね。さあティミーこれ一瞬軌道修正しましたね。でレールを入れる場所をちょっと変えながら多分ターンしました、ね、すごいスタイリッシュ。ここからねちょっとプロの次のヒートが始まるまで自分のフリーライディングタイムに入ってきます。この時間はねちょっとセットの合間を狙うのをメインで本当に中心にやっていくっていう感じで、特にセットを狙うっていうよりかは本当合間を見極めるっていうのを意識してきました。意外とね水量とかで波がなさそうに見えても最後割れてきたりっていうのがあったりするから、ちょっとそういう波感を合わせるっていう意識でやってました。これとか決めていたかったね。これ決めてたら多分この日のベストライドになってたと思う。すごいもったいない。バック押しを取るっていう感覚をやっぱりもう常に取ってるので、アウトのアプローチ自体はやっぱ確実にできてるかなと思います。この辺はちょっと沖に出たりとかもしながら遊んでいく感じで、ここからちょっとまたプロのヒートが始まったのでライブで解説してました。このレッドはダック・ヘンダーソンかな。このレッドはデン・キャメロン、スピナーからのスプレター、これ残してる、さすがに。さあホワイト、これはジョアオ・ルカス。ここはねセミファイナルがレギュラー対グーフィーが2ヒートっていう感じだったんですけど、ジョアオこれもアウト狙ってるけどちょっとこれコンプリートできない、さすがにエグい。ここはねデンとザックが戦って、ジョアオとティミーが戦って、グーフィーライダーのデンとティミーが上がってファイナルいった感じでした。でこれファイナルの映像で今走ったホワイトがデンキャメロン。ちょっとこのファイナルは圧勝でしたね。この同じグーフィーライダーでちょっと種類の違うライダーだったので、こういう風な感じでティミーも結構乗れてるんですけど、点数で見たらデーンが結構圧勝になりました。そのまま優勝しました。グーフィー並み有利だったっていうのもあるけど、かなり盤石でしたね。トリックもアウトもラップインサイドも。特に2日目の波は難しかったと思うんですけど、そこでかなり盤石だったかなと思います。でこの辺はヒート終わったから自分もまたフリーライドに入っていって練習していってます。ちょっと癖のある波にどんどんなってて、しかも潮もねどんどんこの辺から引き始めてたんですよね。だからそれもあってね、ちょっとずつやっぱり波が遠くなってます。こんな感じで、ここがエグいから隙間を縫って、セットの隙間を縫って走っていくの中でもちょっと難しかったかな。で最終的にねこの表彰式前かなり潮が引いたんですけど、すごい波遠くなってました。この辺はもうちょっとね次の日の早朝には帰っちゃうので、みんなに挨拶しながら、これはビクトリアの社長のテックスと奥さんの分と話してました。結構ねそう前日に僕がインターフェアで負けたのを結構みんな気にすんなっていうのをねそう言ってくれてたんですけど、まあ、ちょっとやっぱりその応援してくださった皆様にはねちょっともったいない負け方をしてしまって本当に申し訳ないなと思います。ちょっといい経験はある意味できてしまったので、ちょっと今回の経験はねしっかり今後に生かしていきたいなと思うので、よければ今後も応援していただけると嬉しいです。
来年はやっぱりこの前に立ちたいですね。今回のねちょっと遠征編は動画ねここまでになって、あとはねちょっとメンバー限定の方で自分の大会のその展開であったりとか、ちょっとインターフェアとかがあったのでプライオリティルールとかのところを交えながら今度動画喋りたいなと思ってるんで、気になる方はメンバーシップの方に加入していただければ、活動を応援するよって方はぜひお願いします。今回の遠征でかなり、オクトーバーが20周年ってこともあってね、多くの人がこうやって訪れて、結構自分の経験っていうのもねいいものになってね、そういろんなライダーとも交流できて、本当に今回ねこういう機会をくれた、応援してくださってる皆様に本当に感謝です。やっぱり毎年結構多くのねライダーがこういう風に毎年ありがとう、来てくれてありがとうとか、いつもすごくなってるっていうことをねそう伝えてくれるので、やっぱそういう文化にはなかなか触れ合える機会ないのでね、すごい毎年いい経験ができてるかなと思います。こういうな感じで、そう最後に、明日帰っちゃうからじゃあなっていうことで、はい、多くのライダーとちょっといろいろ喋って、かなりいい経験できましたね。この辺はこれは大会の主催者のスティーブですね。スティーブもね本当に毎年来てくれてありがとうっていうのをねそう言ってくれて、今年はちょっとねそうプライオリティの負けもあったので、ちょっとそのことについても、残念だったなっていうことは話してくれたんですけど、本当にねこういう盛り上がる大会を主催してくれてるのはねありがたいですね。日本人としてもねやっぱ現状僕ぐらいしかね出てないんですけど、少しでもこういう経験とかね大会の雰囲気っていうのを今後もね伝えていけたらいいかなっていうふうに思います。多くのライダーもね平塚とか日本に興味があるライダーもいっぱいいるので、もっと日本でもこういうスキム文化が活性化していけばいいかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっと遠征編終わりましたが、まだまだ今後もね活動していくんで応援の方よろしくお願いします。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Next time.